もう飲んでるじゃないですか。そうよ。この時から飲むよ。酒飲みだ。海飛び込みました。飛び込んで。ジーパンで行くんじゃなかったと思って。ケンパー。よっしゃー。楽しみ。お願いします。今日の方からメッセージを預かってきておりますので。詐欺島が車と詐欺島なんですけど、車と人間だったらこれでいいですか？そうですか。人間一人です。人間一人です。何メーターですか？軽自動車。軽だったら4メーター。はい。で、領収書、出るのか。お客さん、お釣り忘れてる。違う、今買われた。お釣りじゃないから。すいません。撮影に行かれるんですか？はい。見どころあります？見どころってあります？なんかね。詐欺じゃろ。詐欺。詐欺とこういう感じ。まあこうなんは有名ですよね。そうですか。潮を引いたらこれが出てくる。岩にこう掘ってるのが長いですよね。行ってみます。次、これですか？12時よ、もう。これよ。12時55分？そうですか。もう一つ早かったらよかったね。わかりました。今の満船やったけどね。島で過ごすための買い出しをダラダラとしており、ちょうどいいフェリーを乗り過ごした。島に到着したらスーパーやコンビニなんてものはないと言っても買ったのはビールくらいだから。特にお腹が空いていたわけではないが、フェリー乗り場の売店の天ぷらうどんを食べながら出港時間を待つことにした。広島県三原市の佐木島というフェリーで片道15分の離島で1泊2日の島キャンをするためにやってきた。この島キャンはカーステイ株式会社が主催で、広島県三原市協力の町おこしが目的の車中泊イベントだ。このイベントには車内寝泊まり計画というタイトルが付けられ、密を避ける意味で10台限定で行われる。愛車のサンバーにとってフェリーは初めてで、島で1泊過ごすというのは中村にとっても初体験だった。片道15分のフェリーで瀬戸内海に浮かぶ佐木島に到着した。島の周囲約12キロという小さな佐木島では、毎年8月になるとトライアスロンが行われている。また温暖な気候でみかんやネーブルなどの柑橘類やメロン、スイカなどが栽培されている。車中泊でお世話になる佐木島に到着すると、より一層ワクワクした気分になる。車中泊やキャンパーなら、たとえ宿泊施設がなくてもそこに訪れ夜を迎えることも可能なのだ。お世話になります。お願いします。名前をお伺いして。中村です。中村さん。はい。濡れるかもしれない。
社内寝泊まり計画の会場は三原市詐欺セミナーセンターで、詐欺島にある宿泊研修施設だった。青少年教育を目的とした施設だが、一般の利用も可能らしい。そうなんです。いいバンライフですね。もうまた夜ゆっくり話させてください。あ、はい。僕も作るので。あ、そうなんですか。はい活性さんの方。そうです。あ、そうですか。はいよろしくお願いします。今日は。よろしくお願いしはい。もうちょっと撮影があったらやってますけど。もうぜひ、はい。もうガンガン撮ってください。ありがとうございます。ちょっと受付撮影しながらいいですか。はいちょっと社内寝泊まり計画のパンフレット置いてください。どういう計画で写るんですか。これ写しとこうかなと思って。どうですかこれね。はい。置いといてもらって。これ今回の名前です。はい。社内寝泊まり計画。タイトルにさせてもらいます。お楽しみに。お願いします。そのロゴはめちゃめちゃこだわって作ってる。タイヤと往復で帰りも入ってますんで3360円。もらえるんですね。はいはい。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。今日どちらから来たんですか。浜松なんですよ。浜松。はい。すごいな。すみません、暑い中で本当に10月にこんなに暑いとは思わなかったんですが、はい。この1年半ぐらい、実際に旅がすごくやっぱりしづらい状況があったので、こういったところを、少しずつ密を避けるということで、キャンピングカーは非常に相性がいい、あとは車中泊の車両も非常に相性が良いということで、進めてまいりました。それで今回は広島県の実証実験で三原市さんを中心に、この、社内寝泊まりプロジェクトという、そういうタイトルで、実際に実証実験を進めております。11月の、20日のタイミングですね。11月の20日のタイミングで、これを、広島県並びに、実際にはメディアの皆さんにも、いろいろと、実証実験の内容をご報告させていただいていると。でその中で今回は、一つの、プロジェクトとして島でキャンプをする、そういうような島キャンということで、開催をさせていただきました。まず一番最初に三原市さんから、この辺り含めて、お話をいただきたいと思いますので、観光課の吉見さん、お願いいたします。本日は、詐欺島へようこそ来ていただきました。実はですね、市長の方からメッセージを預かってきておりますので、皆様にお伝えさせていただきたいと思います。こんにちは、三原市長の岡田です。皆さんようこそ三原市へ心より歓迎いたします。今、本市をフィールドとしてカーステイ株式会社さんによる社内寝泊まり計画が進行中です。来てましたよ。清水さん、ここ。清水さん、出川さん。もう飲んでるじゃないですか。酒飲みだ。と言いながらこの日のために用意したビールはこちら。12本です。バーベキューってもう受け渡しやってます？はい、やってます。
ます。あ、はい。中村。海鮮が一つですね。あはいはい。これを一緒に入れさせて。ああ、ありがとうございます。ありがとうございはい、ます。どうもありがとうございます。頼んでおいた海鮮です。すいません。はい。もう残りが少ないからもう。なんかそれからもう見切りでねずっと売っとんですよ。で明日この反対側で店構えてますから来てもらったらもうたくさんありますから。これはトウモロコシとトウモロコシ。これはピザですね。これはドライフルーツのマフィン。はい。じゃあトウモロコシもらいます。このピザなんかは酒のお供なんかには合いますよ。じゃあベーコンとチーズ乗ってますからね。じゃあトウモロコシとピザ。私らはこれ。200円。はい。ひじきがないんだっけ？ひじきが人気なの。ひじきがね、今日何人か来てもらったね、作ってらっしゃるとこしたらね、もう品切れで今年の分を今度は冬場に入ってくる分のわかめの分を積んでやってられますからね、カリカリで美味しいんですけど、ちっちゃいほんまもう分は贈答用な分ではあるらしいんですけどね、それはもうあんまりどうや売りたくないよとかね。そうだね。贈答だもんね。ありがとうございます。YouTube 撮影してますんで、大丈夫ですか？いいですよ。はい。ありがとうございます。どんどん宣伝してます。はい、お願いします。ありがとうございます。トウモロコシパン。100円。なんかいい人ばっかりなんだよ。僕 YouTube なんですよ。大丈夫です。はい。名前入れといて私の名前。はい。僕は全然これはしない。僕全くないんで。あなたも大丈夫。バリバリ大丈夫。いや、ノート行きたいんですよ。ノート行こうかなと思ってて、計画しようと思って、キャンピングカーで。その時カーステ使ってカーステよね。そこ車中泊スポット。話してみたいです。どういうことになっているんですかね。浜松でしょ。この間私名古屋にうなぎ食べに行きました。なんで浜松まで来んの？前に行きましたよ。前に行きましたけど。これうまい。島のパン屋さん、詐欺島のパン屋さん。いや本気でうまいよこれ。あとコーンパン。これが明日の朝。バーベキューどうやって食おうかな。なんかみんな本格的で、一応ソロストーブ持ってきたんですけどね、ソロストーブでバーベキューやろうと思って。ソロストーブやるかな。鮮魚細井さんの、海鮮バーベキューですね。昔すぎて分からなくなっちゃった。こんなはずないよね。これでこうですね。